ラティアスのステータス解説。ジャースパルと申します。高速で飛ぶ赤い影の主ラティアスのステータスが判明したようなので、皆さんと一緒に確認していきながら解説考察していきたいと思います。解禁初日の情報であるため間違っていることなどあるかもしれません。その場合概要欄コメント欄にて追記いたします。ご了承ください。ゲーム的にも防御方面が強く心優しいラティアス。ポケモンスリープでもメインは回復で、それ以外はお兄ちゃんにお願いって感じなのかと思いきや、なかなか尖った能力をしているみたいです。それでは参ります。ということでラティアスのステータス、こちらとなったようです。ドラゴンタイプのスキルが得意なポケモンでした。これまでの伝説ポケモン同様スキル得意でしたね。イベント的にもスキルのポケモンが強化されておりますし、スキルって拡張性も高いので、新しい伝説をデザインするのに向いているなと思ってます。ラティオスがスキルで来るのかどうかが非常に注目どころとなりますね。それでは早速メインスキル癒しの波動元気 ALS の中身も見ていきましょう。こうなってるんだそうです。スキルレベルの最大は6。ミュウやダークライよりはお財布に優しいですね。今後の強化にも期待したいです。レベル6の時の元気エール部分が22回復を2匹分となっておりまして、合計44回復ってことで通常の元気 ALS と同じ回復量となっております。どのレベルでも基本的には元気エールの半分の回復量になっておりまして、2匹に当たるということで日常使いする分には非常に使いやすくなっているものと思います。反面どうしても元気オールよりは1回の回復量が少ないので、最終的にどんなものなのかっていうのは動画後半でスキル期待値などを確認しながらお話ししていきたいと思います。ランダムで2匹をとなっているんですが、元気エールは元気の少ないポケモンを対象に取りやすく、マイナスやほっぺスリスリでもその傾向が見られるとのことなので、癒しの波動も元気の少ないポケモンを狙いやすいと考えられます。なお最も元気の少ないポケモンには 66% ほど、2番目に元気の少ないポケモンには 12% ほどで、残りの3匹は均等に 6% ほどずつの確率で当たってるんじゃねなどと言われているみたいですね。癒しの波動の2匹に対する当たり方については今後の研究待ちとはなりそうなんですが、そんな感じかもなーとふわっと覚えておきましょう。またお手伝いサポート部分に関してはレベル1時点で1回 ×2 匹、レベル6まで上げると4回 ×2 匹となっておりまして、合計8回分はお手伝いサポート S レベル3相当となりますので、まあそんなもんかなといったところでしょうか。元気エール部分が回復量的には通常のものと同じで、それにおまけがついているという時点で上位のスキルだなという感じはしますね。なおラティオスがいる場合、レベル1からの回数が順番に2、3、4、5、6、7回となりまして、レベル6で7回 ×2 匹の14回分になります。こうなるとお手サポレベル7を超えてくるので、シンプルに1回で2匹分以上のスキルとなりますね。こちらも後ほど軽く他のポケモンと比べてどうなのか見ていきたいと思います。そんな感じで使いやすくなってそうな元気エールにラティオスがいればおまけとは呼ばせないお手伝いサポートがついているのが癒しの波動元気エール S となっております。このことからラティアス単体ではヒーラー的な要素が強いのかなとは思いますね。実際どうなるでしょうか。クレセリアはね、どちらかというと木の実バーストの部分の方が強くないと思っていたんですが、あちらはエスパー島でのみ超強力であるというようなデザインなので、汎用性という面ではラティアスの方が上回っているのかもなとは思いました。最も問題なのは伝説ポケモンを2匹も厳選できるのかっていうところなんですけれども、それはさておきといったメインスキル癒しの波動元気 ALS でした。ぜひね、皆さんの評価もお聞かせください。さあそれでは改めましてステータスと解説していきたいと思います。ラティアス、ドラゴンタイプのスキルが得意なポケモンです。本家ゲームではドラゴン、エスパータイプのポケモンなんですが、ポケモンスリープではドラゴンタイプとなりました。兄とされているラティオスも同じタイプなので、どちらで来るのか注目ですね。無限ポケモンという分類なんですが、夢幻の方の無限みたいです。光を屈折させる体毛で姿を見えなくするということが可能なようで、そんな見つけづらそうな体毛をしこたま集めるというのが今回のイベントとなっております。専用技ミストボールも霧に隠れてしまうようなネーミングとなっていますね。そしてこれまでの伝説ポケモンの例に漏れず得意なものスキルでした。
木の実や食材だとね、他のポケモンの上位互換になりがちなんじゃないかなと思うので、やはりね、今後も伝説のポケモンはスキル得意が多くなりそうだなとは思ってます。そこをラティオスが崩してくるのかどうか、めちゃくちゃ注目してます。次は何ピックアップウィークが来るでしょうかね。さあ、そして基礎お手伝いスピードは46分40秒、2800秒となったようです。こちらボーマンダと同じスピードですね。ドラゴンタイプは海竜が最速で2600秒、先日登場したオンバーンが2700秒で、原作的にはオンバーンの方が素早さが高いというのもあってか、ラティアスは2800秒となりました。とはいえ十二分に素早さが高いですし、スキルのお手伝いサポート部分と木の実の数 S の相性が良かったりするので、やはり木の実の数 S は強力なサブスキルの一つだと見て間違いないんじゃないかなと思います。狙うのは相当難しいんですけどね。伝説のポケモンというくくりだと2700秒のスイ君より遅く最も遅い一匹なんですが、ドラゴンタイプだとこんなもんだろうなというところでしょうかね。そんなお手伝いスピード2800秒でした。続いて集める食材が第1食材安眠トマト、第2食材ずっしりかぼちゃ、第3食材味わいきのことなっているようです。来ましたね、かぼちゃ。確かにね、ラティ兄弟くらいのパワーがあればずっしりかぼちゃもそれなりにしっかり運べそうだななんて思います。トマトは赤い体毛からでしょうかね。映画水の都の守り神ラティアスとラティオスがイタリアの水の都ベネツィアをモデルにした都市を舞台としていたので、イタリアンってことなのかなとは思いました第3食材のキノコはかぼちゃのエナジー的には3個あってもいいんじゃないと思わないでもないんですが、2個止まりとなっているようです。なおこれはポルチーニということなんでしょうかなんならね、かぼちゃもよくはわからないので、ラティアスの設定だったりイタリアやベネチアに詳しいニキネキの解説をお願いしたいところです。食材ごとの相性は良さそうな並びとなっていますね。そんな食材トマト、かぼちゃ、きのこでした。そしてメインスキルは癒しの波動元気エール S。 最初にご覧いただいたように元気エール部分の回復量は通常のものと変わりませんので、回復の方がメインになりそうな性能かとは思います。なおポケモンスカーレット・バイオレットではラティアス、ラティオスともにレベル50で癒しの波動を覚えるので、ラティオスのスキルは何になるでしょうかね。レベル45ではどちらも竜の波動を覚えるので、ちょっとね、種族値的にも攻撃的なラティオスは竜の波動で、ラティアスがいるとちょっと回復する的なスキルなのかななどと予想はしております。流星群でね、自身の元気が下がる代わりに大量の何かしらを獲得するスキルなのではっていうコメントもあって、それも面白そうだなと思いましたね。何はともあれ回復メインになりそうなメインスキル癒しの波動元気エール S でした。続いて最大所持数は19個となっているようです。これはどうですかいやスピード的にはねこんなもんだろうなとは思うんですけどね。なんなら2400秒の炎帝が同じく19個なので間違いなく所持数は多い方です。とはいえ初期値だと結構睡眠中に所持数が溢れることも少なくないので、伝説のポケモンとしては多い方なんだけど、そもそもちょっと物足りないっていう感じかなと思います。うちのスイ君が最大所持数アップ L を持っていてくれてるんですが、さすがに L あるとめちゃくちゃ安心できますね。ここはお休みリボンをつけて所持数アップを狙いたいところかなと思います。そんな結構頑張ってるけどちょっと不安も残る最大所持数19個でした。そしてゲットするために必要なフレンドポイントは30ということで、プラスルマイナンのようにセット割が効いているということはありませんでしたね。もう気合でゲットするしかありませんね。無課金初期税パル視点だとイベント外で伝説のポケモンって本当にまともにゲットできた試しがないので、ゲットしたい場合はなるべくイベント中に全力で臨むことをお勧めいたします。私はね基本的にお香をいっぱい交換してボーナスサブレをたくさんあげるつもりで狙ってますね。そんなこれまでの伝説ポケモンたちと同じフレンドポイント30でした。なお伝説のポケモンなので育成に必要な EXP が通常のポケモンの 1.8 倍となっております。
私のメインアカウントではクレセリアレベル58、ライコーレベル57がいて、サブアカでは EXP 獲得量ダウンのスイ君レベル62がいるので、無課金でも雨ブーストだったり時間をかければそれなりには育てられるかなとは思ってます。参考までに。また特別なポケモンとなりますので、チームに1匹までしか編成できないんですが、ラティアスとラティオスだけは同時に編成することができるっていう特殊な仕様があります。嬉しいですね。といったラティアスでした。いかがでしたでしょうか。なんとなくね、私は予想に近かったですし、回復メインっぽいところもかなりラティアス感があって、そこもねイメージにも近いのかなと思ってます。あとは実際の使用感がどうかですよね。元気オールを持っているクレセリアですら単体でチーム全体の回復を任せきるっていうことはできないなと思ってるので、一緒にヒーラーを編成することがほとんどですし、ライコーとスイ君のお手伝いブーストは食材集めのスキルとして運用することがほとんどなので、編成するときって食材のポケモンをたくさん並べたいんですよね。ただライコーはパーモットと一緒に編成することがほとんどですし、スイ君もヤドランやヤドキングを育成できていないので、ヒーラーと一緒に採用することがほとんどで、元気の問題はついて回ってるなっていう印象なんです。なのでラティアスがそれを一枠に圧縮してくれて、その上でラティオスがいたらどうなるでしょうかね。そこの使用感がかなり気になるところです。頻繁な入れ替えにも元気エールが対応してくれそうだなと思うので、使い勝手は結構いいんじゃないかなと思ってます。レベル60を超えた食材のポケモンたちって以降はね、なかなか一緒に寝ないで編成することがほとんどだったりするので、そういう元気管理が楽そうっていうのが日常的に強そうなんですが、特にライコーとスイ君がそれぞれいる私のアカウント的にどういう出番がありそうかっていうのをちょっと考えながら、まずはねいい出会いがあることを願っていきたいなと思います。なお現状おすすめのサブスキルとしては、スキル確率アップ系、お手伝いボーナス、そして木の実の数 S も強そうだなって感じでしょうかね。もやすみリボンも欲しいなと思うのと、育成が大変そうなところから睡眠 EXP ボーナスなんかも相性良さそうかなと思います。日中に高頻度でタップできる方はスキルとお手スピ、木の実 S みたいなオンバーン的なサブスキルが強そうで、タップ頻度少なめそうな方はスキル、所持数、睡眠 EXP ボーナスとかだと嬉しいかもしれませんね。基本ね、味方をサポートするようなポケモンにはなりそうなので、お手伝いボーナスはいかなる時でも強そうに思います。お通し個体がね、本当にスキル確率アップとスキルレベルアップを交換してほしいですね。そんなわけでぜひ皆さんのラティアスに対する意見、感想、評価もお待ちしております。絶対ゲットするぜとか、どんなポケモンと組み合わせたいかなど何でもコメント頂戴できますと幸いです。皆さんにも素敵な出会いがあることを願っております。さあ、それではここからは実際のスキル期待値などを見ながらいろいろお話ししていこうかと思います。レノンクスポケスリ攻略ツールさんでは早速食材確率、スキル確率の分析が完了しているようです。それがこちら。食材確率 11.4%、 スキル発動率 4.9% なんだそうです。食材確率低これめちゃくちゃ低いです。どうやらね、調べてみたら最終進化ポケモンの食材確率ワースト3位らしいですね。プラスる樹海院に次いで低いということで、めちゃくちゃ低いですが、ワーストとは言ったんですが、食材確率が低いということは裏返すと木の実確率が高いということで、樹海院はこの圧倒的な食材確率の低さが木の実 S との相性の良さを見せていたってことで、やっぱりね、ラティアスと木の実 S の相性は悪くなさそうなんですよね。っていうことでざっくりとツールでグラフにしてみました。全員木の実の数 S を持っている状態で、他は無補正、レベル60、ヒーラー込み、睡眠時間9時間の想定です。なんとラティアス、オンバーンより木の実の能力高いみたいですマジ。オンバーンの木の実 S ってアンバー担当としては必須級のスキルだと思うくらいには高く評価してるんですが、ラティアスの木の実 S はいよいよアーボックが射程圏内というところまで来てますね。これ非常に面白い調整がされていそうです。実はね、ライコー、エンテ、スイ君、クレセリアあたりって食材の能力もそれなりには高いんですよね。もちろん設定やサブスキル次第にはなるんですが、だいたいみんな同じくらいにまとまってます。
で、ライコーたちはこれにお手伝いブーストでチームのポケモンたちの分も食材を集めることができるので、実際はかなり食材力の高いポケモンたちと言っていいと思ってますが、ラティアスは違いそうですね。こちら食材に関してはガチでワースト3位になってるみたいです。ホリデー EV とホリデーピカチュウに次いで食材はめちゃくちゃ集めません。樹海院の方が食材確率そのものは低いんですが、お手伝いスピードが速いのと食材のエナジー的にも悪くないってところで、本当にラティアスは食材方面が限界調整されていると言っていいかと思います。木の実の能力でも他の伝説のポケモンたちと比べても明らかに頭一つ抜けてるんですよね。ということは木の実の数 S が優秀であるというところに加えて、食材のポケモンが強くないと料理が大変になりそうな、そんなポケモンでもありそうです。まさしくね、スイ君を育成している身からすると、うちのスイ君は ABB でめちゃくちゃオイルを集めてくれるんですけど、だいぶ頼れる性能なんですよね。そういったところにはかなり期待できなそうだぞってことで、チームでのバランス感みたいなところが大事になってきそうですね。これラティオス食材なんじゃないですかね。ここまでね、ラティアスが食材の能力が限界調整だと、ラティオスは食材説を唱えたくもなりますね。この食材確率の低さからは木の実の強さ、ひいてはアンバー渓谷との相性の良さみたいな部分が強く見えるところかなと思いました。めちゃくちゃ面白いです。さあ、そして肝心のスキル確率 4.9% ということで、これは元気エールのポケモンとしては低めなんですが、伝説のポケモンとしては高めっていう感じになってみますね。こちらもグラフで見てみましょう。まずは元気エール系のポケモンたちと比べてみました。能力は無補正、睡眠時間9時間の想定になっています。やはり元気エールで見るとスキル期待値は低めとなりますね。ヤドキングやソーナンスには圧倒的に差をつけられているので、単体ではものすごい回復力ではないっていうことになります。最強のヤドキングも回復量で言ったらサーナイトに全く勝てませんしね。続いてお手伝いサポート部門、ライコーたちとせっかくなのでクレセリアムを入れてみました。お手伝いサポートとしてはそれなりですね。ラティアス単体だと最大でもお手サポレベル3相当になるんですが、ラティオスがいればレベル7を超えてくる性能になるので、ラティオスがスキルのポケモンだったとしても他のお手サポ使いと肩を並べるくらいにはなるのかもしれません。これも絶妙ですね。単体では回復メインなんですが、回復量は若干物足りなさそうで、ラティオスがいればお手サポは強そうと。で、他の伝説のポケモンたちと比較してもスキルの部分はうまいことまとまってるのかなという印象です。ライコーたちもタイプ統一すればめちゃんこ強力なんですが、ラティ兄弟2匹で回復も絡めながら使えるお手サポとしてはしっかり強力な雰囲気を感じます。木の実 S があれば単体でも強力なアンバーの木の実兼ヒーラーになれそうなんですが、サポーターとして見ると単体では絶妙に扱いづらそうな部分がありそうなので、それはそれで別でヒーラーが必要だったり、食材を集められるポケモンが必要だったり、スキルのポケモンとはそこまで相性が良くなかったりなど、とりあえず出しておいて強いっていう感じではなさそうなので、チームの総合力が試されるような結構クロート向けのポケモンかもしれませんね。まあ伝説のポケモンたち大体みんなそんな感じなんですけどね。いやー、ということでなかなか面白いポケモンでしたね、ラティアス。一旦パルの感じ方としてはエスパー島専用じゃなくなったクレセリアっていう感じに見えなくもないので、汎用性はそれなりに高いんじゃないかなと思ってます。あとは強い食材のポケモンめっちゃ欲しいっていう感じに見えますし、どんどんねポケモンたちの役割が細分化されているような感じもしますね。そんな感じでここまでをまとめますと、ラティアス木の実の能力がオンバーン以上に高く、木の実 S があればアンバー適性が非常に高そうです。また食材は限界調整となっていそうで、強力な食材のポケモンがいてくれると編成しやすくなりそうですね。元気エールのヒーラーとしては単体ではちょっと物足りなさそうなんですが、2匹に当たるのは使い勝手が良さそうなので、ここはね実際に編成してみて感じたい部分となってますね。お手サポに関してはスキル期待値はそれなりなんですが、ラティオスがいるとかなり優秀な部類かと思うので、ラティオスにもやはり期待したい、そんなポケモンかなと思いました。最終的に単体で運用するなら木の実 S が欲しいですし、
木の実の能力が高いっていう回復メインっぽくない着地になりましたが、それなりにチーム編成を変更していろんなポケモンをうまく使っていくタイプのポケモンなんだろうなと感じましたし、元気エールの元気が低いポケモンに当たりやすいっていう特性をうまく使えれば、それなりにスキルのポケモンとも共存することができるかと思ったので、突き詰めていくとかなり味のするポケモンなんじゃないかなと思います。ひとまずね、イベントで編成する際は食材プラス1個に関してはまあまあ焼け石に水っぽいので、若草に行っている方でドラゴン木の実が選ばれたら編成してみてはっていう感じでしょうかね。いやー、本当に面白い調整のポケモンだと思います。ということで、ここまでを踏まえて改めて皆さんの意見、感想、評価をお聞かせいただけますと幸いです。ラティアスリサーチ2週間楽しんでいきましょう。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければグッドやハイプで応援いただけますと徳が積まれてラティアスを素引きする確率が上がると言われておりますので、何卒よろしくお願いいたします。それではラティオスの登場もがぜん楽しみになってきましたね。まずはラティアスの厳選がうまくいくことを願っております。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。